公開されてないのでいくら持てるかわからないけど、世界一の金持ちと想定されているサウジアラビアの皇太子ムハマッド・ビン・サルマン、略して MBS が2017年に発表したネオムプロジェクトが気になります。サウジアラビアも周りの中東の国と同じように主に石油に依存しています。ドバイ、アブダビ、カタールはいち早く石油に依存しすぎている状態から脱却するためにいろんなことをやってきました。サウジアラビアも遅れながらもその流れに乗って2017年にビジョン2030を発表します。なんと東京の13倍の面積もある新しい都市ネオムシティがそのビジョンのメインプロジェクトです。ネオムシティの中心になるザ・ラインの詳細が2021年に発表されました。それは高さ500メートルのビルを公海から新しい国際空港までの 170km の空間を直線で結ぶ建設プロジェクトでした。日本で一番高いビルの大阪のアベノハルカスが300メートルなので500メートルのビルだけでもすごいんですけど、そのビルを横に 170km 作るって想像もつかないですよね。170km って新宿から長野市までの距離なのでマインクラフトでも作れなさそうな計画でした。900万人が暮らす予定のこのビルは歩いて5分以内に全ての施設にアクセスできるほか、端から端までの 170km を20分で移動できる高速鉄道も地下に作られます。普通の車は走れなくてエコフレンドリーな代替手段が用意される予定らしいです。発表されたイメージ通りに作られると都市建設の革命が起きると思いますが、否定的な声が多いです。問題の一つは周りの環境への影響です。外壁が全部ガラスになっているためザ・ラインの周りの温度がものすごく高くなるのと、高さ500メートルの壁が 170km も続くと鳥を含む動物が移動できなくなる問題があります。あと太陽の光が下の方まで届かないので、金持ちは明るくて光がよく入る高いところに住んでお金がないほど下の方に住むことになると予想している人もいます。その予想通りだとある程度時間が過ぎるとディストピアの映画のような感じになるかもしれません。あと 170km を20分で移動しようとすると時速 500km 以上の電車が必要ですが、どういう風に実現するかまだわからないです。イーロン・マスクのハイパーループを使うかもしれないという話もありますが、まだ何も発表されてないので逆に楽しみです。いろんな懸念があるものの2030年の完成に向けてすでに工事は始まっています。ネオムシティはザ・ライン以外も大きいプロジェクトがあります。海の上に作られる世界最大の水上工業団地のオキサゴンがその一つで、グローバル企業の研究所と工場などを誘致する計画です。アジアとヨーロッパをつなぐスエズ運河の近くの銅箱がオキサゴンの一部になるので、物流のハーブ港のような役割も期待しています。トロヘーナプロジェクトはシナイ半島とサウジアラビアを横断するアカバ港から 50km 離れているネオムの山岳地帯を開発して巨大山岳観光地を開発するというプロジェクトです。ここで2029年に冬季アジア大会が開かれると決まっています。ドバイの室内スキー場は見たことありますが、サウジアラビアでウィンタースポーツの大会が開かれるって信じられないですね。ネオムシティ開発に5000億ドルが投資されるので、世界一の建築会社、エネルギー会社、インフラ会社はプロジェクトに参加したくてしょうがないと思います。なので世界の政治家と起業家が今一番会いたい人は MBS だと思います。オイルマネーが一生続くわけではないので、サウジアラビアは国全体のトランスフォーメーションの真っ最中です。その始まりがネオムシティでどのぐらい実現できるかの疑問は多く残りますが、ピラミッドと万里の長城に続く人類の歴史に残る何かができる気がします。今日はここまで。バイ。